あ、でかい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 でけえ。すごい勢いで飛び出してきた。おお、出てきた。はい、3日目になりました。晴れたね。ようやく暖かくなって、うん昨日まで凍えてやってました。本当だよね。昨日15度、今日は27度。はい。セミもぼちぼち鳴いてます。枝脱いで。うんうんうん。びちゃびちゃでね。はい。これで下半身がクーラー効果で汗かかないで夏の釣りが快適にできるでしょう。はい。あとはいい魚が出ればね。そうですね。なんとか50アップを、はい。ワイルドレインボーを虹取るぞ。キャッチしていただきたいと思います。頑張りましょう。頑張ります。お願いします。どっちからやりますかね。そこだけやってはい。上がっていく。はい。はい。この濁りはどうですか。ちょっと。ギリギリじゃないでしょうか。あ、出ないに色ではない。良くですか、濁るただ友人の情報では、昨日はもう激しく濁ってて、と。はいはい。全く釣れなかったんですって。へえ。この川が。そう。それ雨。雨。へだいぶ大雨で、そこから回復傾向にあるので、はいこのタイミングが一番いい釣りをした経験もあるし、まだかもしれないし、だから明日の午前中とか面白いかもね。え。濁りすぎはダメなんですね。ダメなんだな。トラウトは。うんめちゃくちゃ濁ってる時が一番釣れるのかと思ってました。ああって。ピーカク打つあ、ピーカーいただきます。ふにゃふにゃをパキッとさせましょう。 OK。てきめんによくなったね。いいライン乗ってる。出ろ出ろ出ろ、いいラインだ、いいラインだ、いけ。出ないか。泡の中いい感じで通りましたけど。あミノ、もうセミで通した方がいいです。ちょっと状況ちょっともうちょい見ながもうちょい見てら、もしもねこの濁りで午前中誰かが入っていたとしてうんうんミノとかでやってたらミノはやっぱ厳しくてなるほどトップの方がまだ目があるんでね。そういうことか。あとは昨日一昨日のように川の鳥がいなければまだまだあいつらいない気がする。あれは最悪ですから。あの川はもうあいつらから逃げたと言ってもいいな。いやーでも素晴らしいですね、新緑。これが6月の北海道の美しさです。ちょっとミノ入れます。スピアリード、リューキー 70S です、いい感じで平打ってて、ビールは出ないですよね、ちなみにケンさん質問なんですけど、はい、この流れでカニ食うじゃないですか、どんぐらいいっちゃうんですか、魚は。いやー50ぐらいでも、そんないかないかな。30いかないかない。3、40メートル、もう今日曲げて溜めて、そうそう、ここで耐えてて浮かせてそうそう、消波ブロックギアとかもいいんですかね。ブロックはもうちょい際かな。ブロックギアもっとぴったり。すごい虫がいっぱい水面にいますね。ライズでも見せてほしいところだけどな。ライズしてほしい。セミの失速が難しいですね。風の影響が出るんですかね、これ。そうだね。ちょっと立ち位置を変えてクロス打ちとかに。いやー、で、木の横。むずい。ストラクチャーを前にすると人間が変わってしまうんですね。ビビるね。ビビるね。木を見なきゃいいんですね。そうだね。ないものとないものとしてオープンだと。あれに引っかかっちゃやばいって思えば思うほど浮くんですね。ビビるんだよな。手首が使えない最後の。こんな感じ。出ろ。いけ。出ろ。あ、いいレーンだ。引っかかっちゃった。よしよし。でも出なかったな。ここまだ当たりない。はい、ここでトップは出なかったです。かなりいいとこ打てたんですけど、トップ出なかったです。これで食わないんだ。難解な感じはちょっと上やってるんです。初めてだな。あ、いた。いる？あの木のとこ。木のとこ？木の真ん中の埋まってる1メーターぐらい後ろに。やります。ナイス。すげえじゃん。一発だ。出ろ。そっちに流れるか。だとしたらもうちょっと右に打たなきゃいけないんだ。イエスイエスイエス。イエス出てきた。イエスいただきました。あれなんだよ。いや呼吸を忘れるよ。よし、じゃあここ。いや、だったらもう上がっちゃって、一気に上行っちゃう？あそこまでやったら見切ろうか。まだ取り返しがつく時間だろう。3時か。いや、3時か。ちょっともうここで玉砕で今日はいいかもしれないですね。詰める時間じゃないわ。そうですね。移動して入ったらもう4時半とか。上流まで結構あれ距離あるからな。
ケイさんディープダイバー貸してください。はい、これは縁起がいいディープダイバーだよ。昨日なるが釣ったやつ、スカリ。スカリ、うん、スカリのディープダイバー、うん、ちょっとルアー変えてディープダイバー、リップ長いね、合いますので、スカリだね。あ、重い、なりやすい。おー、レンジ入る。 1.23 いってるかな、これ。ダメ。この流れの中ですかね。ダメだ、いない、当たんない。せっかくね、待ちに待った気温26度ぐらいまで今日は上がったんですけど、一昨日の雨が良くなかったのか、とても濁ってて、お、なんだ、誰かのまた釣り糸。なんか最近どこ行っても釣り糸釣るんですよね。これ餌釣りの仕掛けか。餌っぽいな、ナイロン、張りのある、なんだこれ、フロロの30ポンドぐらいですよ。へえ、ランカー狙いだ。スピニングだったらね、本当は一発で決まるところをずっとベイトでやってくれたからね。いやもうでもほぼ同じぐらいになりましたね。あ、本当。で今度そうするとベイトの利点が活かせるじゃないですか。そのまま送り込むとか。ああ、そうだね。雨でそんなダメになっちゃうもんなんですね。ねえ、これぐらいササニゴリっつって本当はいいんだけどな。何度いいのポイントがあります。いやー、これはディープダイバーじゃ無理かな。木の下かすめるように流して、どんだけ早かったらさすがにいないんだけど、その木のよれとかにねついてると思う。あ、布だ、怖っ。ここでついてないのか。歩いてる感じ。よいしょ。はい、おはようございます。はい、おはようございます。今日は初めて朝早く、ちょっと大きく移動して、はい、下の方が濁りがきついんで、はい、上にちょっと来てみましたね。サイズはそんなに多分大きいのは出ない水の量なので、今日はちょっとテクニカルに渓流ベイトタックルを利用したピン打ちをですね、もう本当にスモールスポットを、丁寧に、ローライナーで狙っていくっていう風なのをお見せできればなと思ってます。で、何種類かね、魚は昔だけどね、結構いたんですよ。考えられる可能性がある魚なんだけど、ニジマス、アメマス、イワナ、オショロコマ、ヤマメが結構一通りいました。で、この下すぐ湖で、そこを上り下りしてる魚も結構いるんですね。で、湖には大きいのがもちろんいてね、稀にもしかしたら40とかもあるかもしれないっていうフィールドですね。やってみましょうかね。上がってきますか。で、これ一枚岩の形相なんだけども、こういうスリットですね。岩の影とか横、そんな感じをちょっと丁寧に。もうこんなとこでもいるんですね。岩影とかついてて出てくると、よし、じゃあやりながら行きましょうか。結構ね、セミが鳴いてるからね。もう直アップな釣りですか。ずっとひたすらアップで。いやー、冷たい水が。これ何食ってんですか。ついてきてる、ついてきてる。ああ、この時期はもうやっぱり虫だよね。これだけ川の上に葉っぱがあるからね。ついてきてる、ついてきてる。あとこれが何が釣れるかわかんない。さっきの5種類の中のどれか。あ、来てる。ああ、戻ってる。ちょっといいんじゃない。今20センチ。あれ戻ってってしばらくしてから投げた方がいいんです。いや、元気だからバンバンいっちゃっていいと思うけど。あ、来てる。あ、戻ってった。なかなか見切りますね。あ、来た。よし。さあ、なんだ。さあ、ニジマスだね。ニジマスです。イエーイ。可愛いサイズですけど。まずはニジマスだね。幸先よく、まあ可愛いサイズですけど、これぐらいがここは多いんですかね。そうだろうね。まあ今回もう3日4日ひたすら投げてひたすら多分何時間、今日が4日目なんですけど、14時間ぐらいトップ投げて、バイト数は10ぐらいあったけど、10バイトぐらい全部で出たけど、キャッチはゼロなんで。トップはね、投げるのも難しくて楽しいんだけど、かからない難しさもあるからね、すごい大変なんですけど、でもあの興奮はやめられないんだよね。そうですよね、それを取りたかったけどね。まあちょっとノータッチでいきます。バイバイ。そっちじゃない上に行きたがんだよなよかった。いたね。このサイズなら5、6匹釣れれば満足かな。チップミノでしたね。ただまあ十何時間ひたすらセミ投げたんで、めちゃくちゃまたベイトタックルが上手くなりました。そうだよね。あの時間は無駄にならないからね。おっしゃ来た。まず。おお、いいね。頑張ってる。頑張ってる。あ、違う魚種。イワナ？アメマスか。
いやあ、イワナ、微妙にねパーマークがついてるとイワナですね。釣れがかっちゃったけど、海な。パーマークがなくってホワイトスポットがもっと 1.5 倍ぐらいでかいのがアメマスっていうローカルはね。でここがもっとオレンジ色だとオショロクマ。オショロクマ。あ、オショロクマは赤い点が。赤い点々。この水の冷たさだったらオショロもいると思うな。ですね。うん。今日は一段と冷たいですね、この川。ね、ゲーターがしみるね。はい、では逃がします。ああ、ほんと冷たい。よし。バイバイ。楽しいよ。釣れれば楽しいですね。そうだね。あんな感じで一つのポイントからいろんな種類が出てくる。同じとこ売ってるんですけど、いろんな岩陰にいるんですね。ここも釣れそう。一周間を作ると食いますね。おお、いいのがね来てたね。いいサイズのイワナがこの岩陰。よしよし。ああ、外れた。でもさ、ベイトでチップミの 2.5g があんなキャストできるんだからね。いいですね。スピニングよりこの巻いてきてからが1秒ぐらい早く投げられるのがいいですね。手返しのメリットが。だから必然的にキャスト数が増えるよね。そうですね。釣りはやっぱとりあえずキャストする回数が多いからね。それが楽しければすげえ効率がいいんじゃない釣りにも。あれどこから出てくるんですか。すごい勢いで飛び出して。いや、龍神にもいるよ。あとちょっとしたよれ。いつの間にか後ろにいますね。やば、楽しい。まあこれだけ虫鳴いてるからね、硫化する昆虫とか待ってんじゃないかな。餌が流れてる。ここもいそう、右側。あそこもいそうだね。あ、来た来た来た。来た。あ、外れた。残念。そこさ、ちょっと一回代打攻め入れてみない。これでタックルチェンジ。ちなみにこれこんなに軽くて、それをさ遠くに飛ばそうとしたらさ力入れちゃいがちじゃないですか。じゃなくてここを利用するのね、この曲がり。そうするとさっきのマサッチみたいな弾丸ライナーが簡単に生まれる。バックラッシュしないと。出ないか。 OK、 いいや。はいはいはい。入ったところはテトラの陰で隠れてるやつがいたらもうポチャガブですからね。あ、でかい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 でけえ。すごい勢いで飛び出してきた。おお、出てきた。これイワナだ。ネットインしよう。はい。あ、いいサイズだ。シャークアップだ。シャークアップ。すげえすげえ。やった。嬉しいよ。ちょっとこれ先外しちゃおうか。やっと目が覚めた。出てきたの取れた。かっこよかったよね。ああ、なんか口が酒っぽい。よし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 。これも本州の人も目が覚めるサイズです。いやー、これはなかなか飛び出してきたね。すんげえ幸先。うわー、いい魚だわ。こういうさ急流で住んでるとこのボディ、お腹とか硬いんだよね、筋肉が。30ちょっとだね。やってみる。はい。ピンオンメジャー。ピンオンメジャー。ピンオンリールメジャー。34?3.5 ぐらいあるね。余裕で尺超えだ。で目線ちょうだい。はい。いいね。取れた。あ、取れた。よし。あ、お願いします。はい。じゃあ逃がしますよ。よしよし。バイバイ。よし。はい。はい。ああ、行きましたね。ああ、いいサイズでした。よっしゃー。ありがとうございます。はい。ドンピシャでしたね。もういないかな、石の影からね飛び出して。さあ、行きましょう。もう相当待ってますね、皆さん、餌を。うわー、すげえ、2匹。おお、よし。ああ、一緒だった。ひったくってったけど。あ、その来た。楽しいな。入れちゃうか。一応また逃げちゃうから。はい。イワナだね。イワナ外します。あ、やべないよ。閉めちゃうと熊対策用の熊用のナイフと熊スプレーがここにあるので。あ、いいですか。すいません。25センチぐらいですかね。こんな感じで。はい。バイバイ。バイビー。やばい、入れ食いじゃないですか。入れ食いだな。まだ川に入って50メーターも上がってない。まだ出そうだけどね。おお、すごい。あ、すごいで。やっぱ上がれない。上にめちゃくちゃいますよ。ほらほら。
ほらめちゃくちゃいる。お惜しくった。おお、でかい。いいサイズいいサイズ。あ、いいサイズ。ああ外れちゃった。尺だね。尺ありましたね。うん。シングルフックでも外れるのはなんでですか？あのロールで。あのロールと反転と。すごいですね。ケンさんはこの釣りを20年前からやってたなんてアホですね。よし食った。いい、あ、虹だ。綺麗なニジマスだよ。いよし、入った。あ、こんなにいいサイズなのにまだパーマーク残ってる。綺麗。うん。よしょ。でもこれかじかむぐらい冷たいですね。うん。はい、ニジマスです。すごいね。いいね。綺麗な魚。月ピンで。あ、いいね。へい、バッチリ6匹目。じゃあもう10匹で撮影は締めましょうかね。じゃあ逃がします。はい、バイバイ。おい、釣れる。釣れる。やっと眠気が覚めたよ。もう早起きだったし寝不足だったしで、せっかくなんでちょっとルアーを買ってます。あ、そうだ、こういうとこでテストしたかったんだよ。ブローインもそうだし、ゼッパー釣れるのかな。アクションがトラウトに合ってる感じではないんだけど、サイズ感が合ってるんで持ってきた。もう手が超かじかんだ。入れ食いで釣りして30分のうちの5分間ぐらい水に手をつけてるから。じゃあゼッパー 40F です。はい、 1.9g。もともとメバルとかその辺でねテストしてるんですけど、こんなのがやってるのを知ってたんで今回ちょっと持ってきています。あ、釣れる。この動きならばいい。来た、追ってきた、来た。で、ちっちゃ10センチぐらいのオショロかな。落ちた1秒後には周りに魚がいたりして、みんなああいう木の陰とかで待ってるんですよね、多分ね。あ、追ってる追ってる。うわー残念。20センチ。おしよしよしよし。こんなのがかわいい。さっきから赤くはオレンジないね。ない。あちょっとごめんなさい。もうちょっとトレブルフックなんで魚のサイズが小さいから、最近はトラウトはあれなんでしょう、このサイズが出そうな時はトレブルは使わないようにしようっていう風潮なんですよね。風潮っていうかちょっとやると、ね、痛ましいことになりかねないんで、中から目に刺さったり。そうそうそう。あれでもパッケージはみんなトレブルじゃないですか。トレブルが多いかな。これメーカーは買えないんですか？メーカーは多分トレブルの方が安いからシングルよりも安い、なのかな。それは皆さん買えるんですよ。買えます。ほとんど買ってからフック付け替える。それもなんだ。いやでもね、シングルフックのメーカーも増えてきましたよ。あ、そうですか。すごいありがたい。そういう流れになればいいですよね。それ本当ちゃんとキャッチ&リリースができるからね。はい。今テストのため1匹だけ。これなんだったかな。製品で買ったってことだよね。はいはい。こういうなんかハンドメイド結構あちこちあります。これ僕の。これフィッシュマン。プロと。違うスミスさん。スミスさん。僕の持ち物って。ケンさんの持ってるスミスさんの。そう。D なインサイトでした。これも良さそうですね。これただ巻きで釣れそう。ちょんちょんと縦ツイッチ。あそこいると思うんだよ奥に。はい。あのマンション。こいつは重いからすごい日打ちしやすい。4グラムぐらい。わあ、それめちゃくちゃ重いわ。6ぐらいあるっすよ。6ぐらいありますね。お、すげえ。でかい。40超え。やる気満々だな。一撃で見てんの？あの枝邪魔だな。太かったな。40っぽかったな。よし、いいところ。あそこまで行って俺ら見つかっちゃったんだ。僕らが見えて逃げた。そう。来た。ああ、食わない。ちょっと大きいかな。全然食いますかこのサイズでも。おし来た。あ、すれがかった。バイトしてすれがかったけどって感じ。あゆじゃねえんだ。楽しいな。2回噛みついて2回目の反転した時に針が背中に脳幹ですけど。はい、じゃあ逃がします。こんな感じね。24、5センチかな。全然この5センチぐらいの結構抵抗あるルアーでも
食いますね。ああやってミノでダメか忘れちゃったって言ってもセミ落ちた途端にガブっていうこともあるんだよね。フィッシュマンのセミサイズでも食いますかね。もちろん。お、じゃあ次行きましょうね。何やレイチューンかな。はい、レイチューンですさんのピンクバックでね、木のいるね下あそこは。絶対いるでしょう。一発で入れたい。集合住宅ルアーチェンジ直後だから一回練習。こんな感じでね。来た。あ、違うか。出ない。あ、出ないな。出てこない。すぐ動かした方がいいか。このレイチューさんのこのミノは直進性があっていいですね。ベイトに向いてますね。失速しない。この白い岩盤の時はすごい魚が見えるんで面白いね。魚が黒いから。ここは深いからいそうだけどな。来た。来てる。しくた。外れちゃった。ティッチ2発ぐらいに一瞬流す間を作ると食いますね。そうそう、その場でね黙ってらんないんだ。なんか止まっちゃうってふそうそうわーってずっとティッチし続けるとなんか見切ってたりする。来てる。どうだもういない。でかい岩の後ろにいたんで、やっぱ突然現れる40センチ級が楽しいですね。やっぱサイズになるとねストラクチャー絡みなんだね。登っていったね。惜しい。2匹来ましたね。調子乗るとやっちゃう。追ってきた。チップミノに戻します。チップミノスカジットデザインズです。こいつが朝一めっちゃ反応良かった。レンター浅いんでこれぐらいの方がレンジが合ってるのかもね。レンジっていうか動きが空中で飛んでるルアーにもう反応して出てくるんだね。すごいしみちゃってる。飛んでるルアーをもうイワナが2匹追っかけていきましたね。着水する前に。それぐらい虫の奪い合いなんだね。ケンさんあれですかね、ここはやっぱり全然出ないのは人が入ったんですかね。いや、なんだろうね。飯の時間が単純に終わったのかな。試合が終わった。魚はいると思うよ。そんなに全部に。朝のゴールデンタイムが終わったあと1匹ぐらい釣ったらいいかななんて思ってたら急にそこから狂ったように出てきたのに、まだ1時間もやってないんですけど出てこないから道沿いだから叩かれちゃったのかなと。そんな叩かないからアプローチをちょっと変えてみるとか、クロスとダウンクロスを対応するとか、そういうので出てきたりするんですね。絶対いるんだこれ。ここに、ここも楽しいですよね。こうやってどこを打とうかなっつって、右は絶対いいなとかいうのを考えながらね探っていくのがこの釣りの醍醐味。あと1匹が遠いね。向かい風むずい。この向かい風だからね。向かい風のコツは何ですか？曲げることです。竿をしっかりテイクバックをしっかりと。そうなるほど。テイクバックでがっちり曲げて優しくスローこの向かい風でチップミノーですから、バルサ製のねすごいと思いますよ。 2.5g のミノーなんでセミの次に難しいジャンルですよね。この風だもんだって。向かい風天候がガラッと変わるなんかシグナルなのかな。そうですね。でも辺釣れそうです。そうだね。左も水深ありそうだね。そこもいそうだね。最初の怒涛のバイトラッシュは何だったんですかね。なぜかいないな。なぜかいないんで、なんか叩かれたのかなって昨日人が。この清流の中をミノを泳がしてるだけで幸せですねこれだけのクリアウォーターはね気持ちいいよね。あそこにも落ち込みがあるね。あそこは釣れそうだ、ね。あれはいそうだ。結構もうバッタがいるわ。こういうのも餌だからね。セミの代々行くあそこ。いやなんかチェイスもないからまずミノで一発あるかもよ。セミですか。ミノの後セミ入れるよりはセミの後ミノの方がまだいい。セミですか。まあ 1,2 頭ね。この風でセミですか。立ち位置を考えようか。上から、糸を横からもらうような感じにして、ここから打てば、糸を取ってくれるよね。狙いは落ち込みが木に当たって木の下、これ上がってくる絵を撮りたい。いたらこうブワッと出てくるやつを。すげえ難しいけどシュートからのあそこの寄り。今落ち込み出ない。乗った出ろ。沈んだ。
出ない。ダメ。次奥側、木の奥の方行きます。ジャバババっと落ちてるところですよね。あそこの木の根元のところに当たってる手前側の肩を行って、で流していって、あの木の真ん中というか水中に行ってるのを上を通過してる時にドンというイメージ。へい。このライン見失った。いいライン流れる。ナイス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 。うまいうまいうまい。来い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 。まさにそこ。なぜか俺よりエキサイティングしてる人がああ出ないか。隣に。ああ残念。残念。よしチェンジしましょう。はい回収するよ。はい、ああ興奮した。もうトップじゃないと興奮しない人になっちゃったんですよね。そうなのかも。なんでもう何匹釣りました？渓流源流で。いやもう全然わかんないな。万は行きましたか？万は言ってるでしょ。そうするとちょっと普通のヒットじゃん。20年前で1年間渓流だけで5万キロ以上走ってるんだからね。それでもトップって興奮するんだよな。飽きないわ。ここはでもさっきの D インサイト。来た来た。でかいでかい。枝にどこ行った？え？どこ行った？あ、いや多分かかってんじゃないかな。ほらほら。よしよしよし。よいしょ。オッケー。やったあ、いい罠だ。イエーイ。ここ行こう。ああ、綺麗。まあこれぐらいでいいですね。はい。こんな感じでイワナが釣れました。この子いたのにな。セミを見てたはずなんだけどな。ちょっとでももう頭上はセミの大合唱ですね。おそらくだけど、10時過ぎからセミが。セミはね。今あと10分なんですか。じゃあもう間もなくゴングですね。はい。ってことで、まあ撮影の方はね、もうこれぐらいにしといて、こんなイワナをこの後もね、飛行機の時間まであと5時間ぐらいあるんで、楽しみ。いやちょっとね今回いろいろ気温とかね、天候とかに悩まされてプラスアルファでちょっと不甲斐ないガイドで。いやもうでも本当に3日間4日間ありがとうございました。最後にたくさん釣れてよかった。そうですね。そっちじゃないそっちじゃない。バイバイ。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんも渓流にはベイトで挑戦いかがでしょうか。では。はい。ということで締めましょう。ご視聴ありがとうございました。北海道50アップニジマスにチャレンジしたけど最終日2、30センチで楽しんじゃった編でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。